獣医師神戸と魔法の猫寒しい。第10は本当の獣医療とは。朝5時に起きいつも通り早番で動物病院にやってきた神戸へ。実は彼、獣医師でありながら、院内消毒の清掃に注意を人一倍払っているのです。彼は清掃が病原体を駆除し、二次感染を防ぐために非常に重要だと考えていました。ほとんどの職員は掃除を清掃員に任せきりでしたが、院長のアルンと獣医師神戸は違いました。彼はいつも彼らを手伝い、掃除の重要性と職業に貴賎はないことを当たり前のことだと考えていました。アルン院長は若い頃に清掃が不十分だと感染症が広がり、多くのペットが治療の甲斐もなく命を落とす危険があることを先輩獣医師から厳しく教えられ、その重要性を認識していました。清掃は命を守るための第一歩だとアルン院長はいつも言っていました。神戸はその言葉を胸に刻み、獣医師となった今も時々清掃に協力していました。彼はモップを握りしめ、床の隅々まで丁寧に拭き取ります。アルン院長は手袋をはめ、窓の汚れを拭き取っていました。神戸はそんなアルン院長を尊敬していました。他の職員は見て見ぬふりをしていましたが、神戸はいつも美しい心をさらに高めたいと考えていました。心の美しさは教えてもらうものではなく、自分の心の奥底にある相手を思いやる心を外に噴出させることで生じるものだと彼は考えていました。アルン院長は動物病院の最大の問題は全科診察だと考えていました。一人の獣医師が内科、外科、皮膚科、神経科などすべてを見るのは非常に難しく、負担が重すぎるのです。しかし多くの飼い主はそれを望んでくるのです。しかし実際それができるのはごく一部の獣医師だけなのです。それよりも一人の獣医師が3ないし4個の専門分野ができるようにする方が自然だと考えていました。また人の人口と比較すると犬猫の数は約6分の1で、その中でまた高度な医療等を受けられるのはごく一部の動物だけになるのです。院長アルンと獣医師神戸は動物病院の経営を健全に保ちながら高度かつ丁寧な医療を安価に提供する方法を模索していました。特に高齢化に伴い脳神経を病む例が増えてきたため、 MRI を何とか導入できないか検討していました。通常 MRI の費用は非常に高額ですが、彼らはそれを安く提供できる方法を考え始めていました。こうして院長アルンと獣医師神戸の奮闘が始まりました。神戸は最近奇妙な夢を見るようになっていました。夢の中で彼はいつも赤ひげ先生と出会うのです。神戸は獣医師ながらも江戸時代の有名な医師赤ひげ先生に強い興味を持っていました。彼はいつも休憩時間に獣医師の専門書以外に歴史書も読み、赤ひげ先生の偉業について知ることが好きでした。彼は赤ひげ先生の貧しい者に精一杯努力する診察姿勢を尊敬していました。ある日、彼は院長アルンにこう言いました。もし赤ひげ先生に会えたら、直接お話を聞けたらどんなに素晴らしいでしょう。その夜、神戸が動物病院の静かな廊下を歩いていると、
突然足元に小さな光の玉が現れました。その光の中から彼の相棒である猫のサムシーが現れました。サムシーは大急ぎで告げました。コウベイ、今夜はタイムマシーンが使える特別な日なんだ。すぐに準備して。コウベイは急いで準備をし、テントに戻り時空の門を越えた瞬間、彼らは魔法の国に立っていました。光の玉が再び現れ、2人を江戸時代へと導きました。彼らが到着したのは、名高い赤ひげ先生の診療所でした。赤ひげ先生は突然現れた彼らに驚きましたが、彼らの誠実さに共感し、温かい笑顔で迎え入れました。ようこそ旅人たちよ。今日は何を学びに来たんだと赤ひげ先生が尋ねました。コウベイは、私は医師ではなく獣医師です。でも医療の基本である心は人も動物も同じだと思います。その心を赤ひげ先生から学びたいと伝えました。赤ひげ先生は心の持ち方や飼い主に対する思いやりと共感の重要性、そして獣医師としての責任感についても語りました。医師、獣医師とは、ただ病を治すだけでなく、患者さんや飼い主の心に寄り添い、安心感を与える存在でなければならない、と赤ひげ先生は言いました。コウベイは赤ひげ先生の話を聞いたとき、胸が熱くなり、目頭が熱くなりました。彼の心の中で何かが大きく動き出したのを感じました。この教えを現代に持ち帰り、必ず役立てるんだ、と彼は心に誓いました。現代に戻ったコウベイは、ある日、アルン院長の指示で一人の飼い主さんと向き合っていました。その飼い主さんは、ペットロスで長い肝心の病に苦しんでおり、彼女は亡くなった猫の思い出に浸るために動物病院を再々訪れていたのです。コウベイは赤ひげ先生から学んだ教えを思い出し、まずは飼い主さんの話をじっくりと聞くことにしました。彼は飼い主さんの不安や悲しみに共感し、安心感を与えるよう努めました。大丈夫ですよ。ここでは何でも話していいんです。あなたの飼っていた猫ちゃんのことを教えてくださいとコウベイは優しく微笑みながら言いました。飼い主さんは次第に心を開き、自分の悩みや苦しみを打ち明け始めました。コウベイはお話をよく聞き、そして保護猫を少しの間世話してみてはどうか提案しました。飼い主はそれから毎日保護猫を世話しに動物病院に来られました。飼い主さんは次第に元気を取り戻し、笑顔を見せるようになりました。コウベイはその姿を見て、自分が提案したことが実際に役立ったことを実感し、心から喜びました。ありがとう、コウベイ先生。あなたのおかげで私は再び生きる希望を見つけました。と飼い主さんは感謝の言葉を述べ、最終的には保護された猫を引き取ることになりました。コウベイは赤ひげ先生の心の教えがいかに大切であるかを改めて感じ、これからも多くの飼い主と動物を救うために努力し続けることを誓いました。その決意は彼の心の中で燃え続ける炎となりました。ある日、コウベイは動物病院で新しい症例に直面しました。若い飼い主が重い病気を患った犬を連れてきたのです。飼い主は涙ながらに、どうか助けてください
と訴えました。幸兵衛はその切実な願いに心を打たれ、全力で治療に当たることを決意しました。彼はまず犬の状態を詳しく調べ、最適な治療法を考えました。アルン院長も協力し、最新の医療技術を駆使して治療を進めました。治療は困難を極めましたが、幸兵衛は決して諦めませんでした。彼は情熱を胸に、飼い主と犬の心に寄り添い続けました。数週間後、犬の状態は徐々に改善し始めました。飼い主は感謝の気持ちでいっぱいになり、幸兵衛先生、本当にありがとうございます、と涙ながらに言いました。幸兵衛はその言葉に胸が熱くなり、心からの笑顔を見せました。これからももっと多くの命を救うために努力し続けます、と幸兵衛は心に誓いました。彼の決意はますます強くなり、動物病院での仕事に一層の情熱を注ぎました。そしてある夜、再びサムシーが現れました。幸兵衛、次の冒険が待っているよ、とサムシーは言いました。幸兵衛は微笑みながら、どんな困難が待ち受けていても、僕は乗り越えてみせる、と答えました。こうして、幸兵衛とサムシーの新たな冒険が始まりました。彼らはこれからも多くの命を救い、心に寄り添う獣医療を提供し続けることでしょう。